皆さん、こんにちは。グレイスカウンセリング心理カウンセラーの金尾美穂です。いかがお過ごしでしたか？突然ですが、皆さんは自分の人生の最高貯金額ってどのくらいだと思いますか？自分の人生で貯金が一番増えるとき、その額って一体どのくらいなんでしょう？この質問をすると、ほとんどの人がだいたいこのぐらいと頭に思い浮かぶんです。でも人生には予測不可能なことってたくさんありますよね。例えば、毎回誰かには宝くじが当たっています。それなのに自分の人生の最高貯金額が思い浮かぶって、むしろ不思議なことではないでしょうか。実は貯金に限らず、私たちには自分がこんな人生を送って、このぐらい成功し、このぐらい幸せになるという人生ストーリーが潜在意識の中に書き込まれているんです。そしてこのストーリーにぴったりなものを日々無意識に選択しているんです。もっと運が良くなりたいという方はたくさんいらっしゃるんですが、たとえ目の前に大きなチャンスがやってきたとしても、それが自分の人生ストーリーにそぐわなければ、私たちは迷いもせずにそのチャンスを素通りします。人生は選択の連続とか、チャンスは誰にでも平等という言葉を聞いたことがありますよね。でも私自身、長い間この言葉がピンときませんでした。自分の人生はこれしか選べないというレールの上を歩いてきたような感覚があったからです。無限に広がる選択肢やチャンスの中から選んだとは感じることができませんでした。皆さんはどうですか？でもある時、自分の人生を別の角度から俯瞰して見えるようになって、思っていたよりもずっと多くの選択肢があったことに気がつかないで自分が素通りしていたということが分かりました。皆さんの今の人生ストーリーは自分が望むものでしょうか？ちょっと違うなぁと感じる方も、そして悪くはないけどもうちょっと良くなりたいという方にとっても、実は人生ストーリーは書き換えることが可能なんです。ところで人生ストーリーってどうやって作られるんでしょう？多くは子供時代の親の関わりがその子の人生ストーリーを作ると言われています。親もその親から無意識にストーリーを受け継いでいることがほとんどのようです。どんな関わりをしたらどんなストーリーを持つ子供になっていくのかという詳しい説明はまたの機会に譲ることにして、今日は本当に生きたい人生を送るための人生ストーリー書き換えの秘訣をお話ししたいと思います。まずはストーリーの編集から始めます。皆さんは何かがうまくいかないとき、やっぱりと思うことはないですか？やっぱりという言葉は予想通り、つまりきっとうまくいかないという人生ストーリーがあって、それに沿って行動してしまっているということなんです。例えば勉強は苦手だったという人は、優秀ではいけないというストーリーがあるのかもしれません。そのストーリーのままだと、いくら勉強してもいい成績が取れないのは当然ですよね。そしてあまり思い通りでない結果を見て、やっぱり自分はという思い通りではないストーリーの上書きをしてしまっていることってよくあるんです。だからやっぱりという言葉が浮かんだときは、でも大丈夫という言葉を付け加えます。やっぱり苦手だと思い浮かんだら、でもコツが分かればできるようになるから大丈夫
と言い足すんです。こうやって自分のストーリーを編集していきます。ストーリーの編集が進んできたら、今度はなりたい自分のストーリーに合わせて行動を変えます。バージニア大学のティモシー・ウィルソン教授は、良い人になる前にいい行いをするという方法を提唱しています。つまり、良い人になりたければ、そのための説明を聞いたり、どうしたらいいかと考えるよりも、まず行動を変えてしまおうということなんです。行動をすれば、それによって自分への認識が変わって、人生ストーリーも変わっていくという仕掛けです。例えば、罪を犯して刑務所に入っている人は、自分は人に迷惑をかける、そんな人間だというストーリーを持っている可能性がありますよね。その人たちにちゃんと生活することやいい行いがどれほど大切かと説明をするよりも、実際に誰かを助けるという行動をしてもらうんです。困ってる人を助けて感謝されると気分が良くなりますよね。それを繰り返すことで、自分は人に迷惑をかけるタイプではなく、人を助ける人間だというストーリーに書き換えていくことができるんです。まず人生のストーリーを編集し、そしてそれに沿った行動をしていく。皆さんは今日の話どう思いましたか？もうちょっと違う人生だったらと感じる悩みも、あなたと家族がもっともっと幸せになるための贈り物です。大丈夫。あなたにもできます。では